一人旅好きな人なら多分この感覚わかると思います。ホテルに帰った夜、旅先のカフェ、移動中の電車、景色も最高、自由、楽しい。なのに、ふとした瞬間に普段は考えないことが急に出てくる。仕事、将来、人間関係、自由、自分、またはせっかく一人旅してるのに気づいたらずっとスマホを見てたり、ニュースアプリを見たり、誰かと連絡を取ったりで何かで埋めてる。あなたはそんな経験ありませんか？僕最近思うんですけど、一人旅ってただ一人で旅行すれば勝手に価値が生まれるわけじゃない。同じ場所に行っても人生観が変わる人もいれば、ただ楽しかったで終わる人もいる。でももしその一人旅の時間をもっと深く価値のあるものにできるとしたら、今回は旅の楽しさはそのままに、さらに一人旅の価値を上げる考え方のお話。どうも、旅する起業家のるきです。今回はアメリカの YouTuber のナサニエル・ドリューの動画を参考にしつつ、一人旅の価値を上げる孤独の使い方について、タイで今一人で住んでいて、一人旅好きな僕の実体験も交えながら話していきます。一人旅が好きな人も、これからしてみたい人も、旅の価値を上げるヒントになる話なので、ぜひ最後までご覧ください。第1章、どこへ行っても自分はいる。ナサネイルはこんなことを言ってます。どこへ行っても自分はいると。これ当たり前のことなんですけど、一人旅する人なら結構わかる感覚なんじゃないかと思ってて、環境って変えられますよね。国も、泊まるホテルも、景色も、住む場所も。でも常に自分だけはずっと一緒にいるんですよね。僕自身、タイに一人で住んでたり、他の国に旅に行ったり、日本にいる時も一人旅を結構してきましたけど、最初ってやっぱり自由なんですよね。起きる時間も自由、予定も自由、誰にも合わせなくていい。これ一人旅の醍醐味だと思います。でもホテルに帰った夜や綺麗な夕日を見た時に急に普段は忙しさの中で流れてたものが頭に浮かぶ。仕事、時間、人生、人間関係、存在意義。普段の生活では聞こえなかった。いや、聞こえないふりをしていた本音が次々と聞こえてくるんですよね。僕は20代後半の時に歌手の夢を諦めて人生の目的がわからなくなって何か答えを探しに一人旅に出かけた時がありました。あえて静かな時間を作って情報も入れずに過ごしてみると自分が向き合ってない問題とか思考の癖とか自分の本音が湧いてきました。これは自分と二人きりって表現をするとちょっとおかしいかもですけど、でもそんな感覚で自分と対話する時間ができました。孤独な時間を作ったとしても常に自分はいるわけで、その自分とどう向き合うかで同じ一人旅でも全く別物になるんだなと思いました。一人旅は孤独な時間でもあって楽しい時間でもあって、同時に自分の本音から逃げられなくなる時間にすることもできる。で、ここからが大事なポイントなんですけど、ナサニエルはこう言います。多くの人はその孤独の時間が来た瞬間、あることを始めてしまって大事な自分と向き合う時間を他のもので埋めてしまっていると。第2章、多くの人は孤独を活用せずに何かで埋めてしまう。ナサニエルは孤独をスマホで埋めてはいけないと言っています。これドキッとしますよね。なぜなら一人でいることと自分と向き合っていることって別物だからです。これ今回の確信でもあることなんですけど、一人旅っていうのは手段のことであり、その中で自分と向き合う時間にするかどうかは目的の話になってくるんですよね。一人旅って物理的には一人ですよね。でも精神的にはその人の目的次第では一人じゃないこともある。例えばホテルに戻った後の静かな時間、飛行機の待ち時間、自然を感じる観光地を歩いている時、そんな時にも気づいたらスマホを開いてる。SNS を見たり、LINE を返したり、リサーチしたり。これ正直僕も普通にしちゃってます。せっかく一人で旅に来てるのに、気づいたらいつもの情報空間の中に戻ってる。で、別にこれ悪いって話ではないんです。旅先でスマホ見るなとか、デジタルデトックスしろとか、そういう意識高い話じゃなくて、ただナサニエルの話を聞いてて思ったのは、僕たちって孤独の時間ができると結構反射的に何かで埋めようとする。ちょっと暇になった瞬間、ちょっと静かになった瞬間、その時間に自分の不安とか本音とか考えたくないことが出てきそうになる。それを情報、音、予定、誰かとの連絡で埋める。これ多くの人が自覚はないかもしれませんが、結果的に他のことで肝心な自分の本音を聞くタイミングがなくなっているのは事実としてあると思います。僕はこれまでいろんな人の人生相談を受けてきましたが、本当は何がしたい？どういう時が幸せ？なんで今の職場で働いているの？あなたは何者？
本当は何が欲しいといろいろと質問してみるんですけど、みんなその時に焦って考え始めるんですよね。普段自分との時間があるはずだけど、みんな意外とこういった自分の人生にとってすごく大事なことは分かってなくて対話してないんです。で、一人旅ってその何かで埋めずにいられる時間を作ることができる。一人になって日常のノイズから抜け出して何者でもない、何者かを演じる必要のないあの時間。それをスマホで埋めてしまうともったいないとナサネイルは言っています。ではこの余白を何に使えば旅の価値を上げていけるのかを次に話していきます。第3章、孤独の時間の価値の上げ方。ナサネイルはある時から自分の感情のデータを集め始めました。誰といる時に自分は本当に満たされているのか、逆にどんなつながりで疲れているのか。そして彼は3つのカテゴリーがあると言います。1、大事な人間関係。2、関わらなくていい人間関係。3、一人の時間。必要なのは1と3だけ。2の関わらなくていい人間関係は必要ないと。一人旅って日常から一時的に脱出できますよね。脱出することで俯瞰的に自分の人間関係も観察することができます。あの人といる時の自分、自然体だったな。あの人って厳しいけど愛のある言葉をいつもくれるよな。逆にいつも気を使ってしまうあの人ってこれからも関わった方がいいのか。寂しさを埋めているだけの表面的な友達もいるなみたいな。旅先で絶景を見た時に誰と見たいんだろう、誰にこの景色を見せたいんだろう、その時に浮かんだ人が実は大事な人だったりします。ナサニエルは言います。誰かといること自体が必ずしも幸せじゃない。一人が好きなら一人の時間を長くしてもいいし、関わらなくていい友達とは無理に関わる必要もない。職場の関係は職場で割り切る。旅先で孤独な時間があるからこそ、普段はノイズで見えなくなってた自分にとって本当に大事な人間関係が見えてくることがあります。その人間関係の再認識と断捨離ができると、関わる必要がない人たちの SNS を見ることも連絡を返す時間もなくなるし、会うこともないし、比較や見栄、気遣いもなくなります。これができると次の旅ではもっと自分との対話に集中できるかもしれない。本当に大切な人との時間をもっと増やせるかもしれない。もっと旅に出かけれるかもしれない。この自分の感情の観察は一人旅だからこそしやすいことでもあります。第4章、孤独を知ると本当に大事な人が見えてくる。ナサネイルは最後に刺さる言葉を言ってます。私は一人でも心地いい。だからあなたが私の孤独より甘い存在なら一緒にいると。最初聞いた時結構強い言葉だなと思いました。でもこれって人を拒絶する話じゃないんですよね。むしろ一人の時間を大事にできる人だからこそ誰と過ごすかも選べるって話なんだと思います。この動画を見てくれてる人って一人旅好きの人が多いですよね。一人の時間も好き、自由も好き、誰にも合わせなくていい時間も大切。僕もそうです。だからこそ一人旅ってただ一人になるためのものじゃなくて、自分にとって何が大事なのかを思い出す時間にもできると思うんですよね。この人には会いたい。この人には時間を使いたい。この景色を共有したい。この話をしたい。そう思える人がいるなら、その時間ってすごく価値があります。中には大事にしたい人も友達もいないし、一人旅してるだけって思う人もいるかもしれません。コメントでもたまに見かけます。ただ今はいなくても、人生のどこかでこの人には会いたいな。この人との時間は大事にしたいなって思える相手が現れることがあったら、今日の話をぜひ思い出してください。寂しさを埋めるためじゃなくて、あなたの一人の時間と同じくらい一緒にいる価値があると思える人、そういうつながりって数は多くなくても人生をかなり豊かにすると思うんですよね。ナサニエルが言ってることって、孤独の価値を知ると人との時間まで丁寧に選べるようになるってことなんだと思います。そして一人旅ってそれを静かに教えてくれる時間にもできる。どういった時間にするかはあなたが決めれます。最後に、今回いつもの動画みたいにこれをやった方がいいとか、こうすれば人生変わりますみたいな分かりやすい話じゃなかったと思います。結構哲学的というか感覚的な話だったと思います。今僕は一人で過ごしている時間が人生の中で一番長くて、確かに少しずつ変わったことがあります。それは誰と関わるのか、誰とは関わらないのか、何に時間を使うのか、何を手放すのか、どういう時間が自分にとって幸せなのか、こういった基準が誰かといる時が長かった時代よりもクリアになったんですよね。
合わない人に無理に合わせることも、気を使ってまで人と関わることも、自分を大事にしない人に腹を立たせることもやめて、今関わる人は最低限にしています。20代は人間関係って増やすことが正解みたいに思ってた時もありますが、僕の場合は35歳になって極限まで関わりを減らす勇気というか、本当に大事にしたい人だけでいいと思うようになってます。人が嫌いなわけじゃなくて、本当に会いたい人、本当に時間を使いたい相手だけでいいのかなって。ただ僕自身、まだ全然その途中で、これが正解かはわからないし、今後変わっていきなり知り合いをめっちゃ増やしたりもあるかもしれません。でも一人旅だったり、一人の時間だったり、そういう孤独な時間が少なくとも今の僕にとっては自分の人生の大事なことを整理する時間になっています。で、それは誰と関わらないか、何を手放したかを決めたからこそ増やせた時間でもあります。もしあなたが一人旅が好きだったり、一人の時間を大事にしたい人で、さらに旅の価値を上げたいと思うなら、次の旅では少しだけ自分は今何を感じてるんだろう、本当は誰と何を大事にしたいんだろう、そんなことを考える時間を作ってみても面白いかもしれません。もしかしたら旅の景色だけじゃなくて自分自身の見え方が少し変わるかもしれません。ぜひあなたの感想や一人旅の先での時間の使い方などあればコメントで教えてください。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。